皆さんこんにちは、あおいです。はーい、今日はたくさんリクエストをいただいていた眉毛の整え方と描き方を紹介していきたいと思います。はい、ということで紹介していきたいと思います。まだ朝一で起きたてっていう感じなんですけど、気にしないでください。で、今日はすごい天気がいいので自然光が入ってきそうですね。今この状態はベースが終わっている状態です。眉毛を描くのにやってる方が描きやすいのでしました。あとは何もしてません。でYouTube を始めた頃に眉毛の描き方っていう動画を出しているんですけど、その時よりも自分の眉毛がしっかり生えたし、あとは眉毛の描き方はいつもいいものがあればそれに変えたりとかっていう感じでどんどんアップデートしているので、使っているアイテムは変わりました。なのでそこも詳しく紹介していきたいと思います。で、リクエストで眉毛が一番多いです。やっぱ YouTube を始める前から、インスタでもすごい聞かれてたんですけど、今もやっぱずっと聞かれるのは眉毛の描き方だし、雑誌とかでも眉毛の描き方が一番、質問していただけることなので、今日は、詳しく紹介していきたいと思います。じゃあ眉毛の整え方なんですけど、私はシェーバーと毛抜きを使っています。で、自分の眉毛はそんなに整えてないです。あんまり触らないっていうことがポイントですね。で、なりたい眉毛に、よると思うんですけど、私はナチュラルで、しっかりめの眉毛が好きなので、自分の眉毛の形を生かしつつも、でもやっぱり眉毛はねしっかり生えてるんですけど、普段の動画を、見てもらえれば意外と描いてるなっていう感じだと思います。全然描くのと描かないのでは違うので、ただ土台はあんまりそんなにこうがっつりいじらなく余分な毛を処理するっていうのが、私的にはおすすめですね。はい。で、整えているポイントはまずシェーバーで、シェーバーこれ電動シェーバー、こんな感じで音が鳴るやつ、音が鳴るか自動のやつなんですけど、何年も使ってるんでちょっと切れ味が悪くなってきたので、そろそろ変えようかなっていう、もうハゲハゲでボロボロなんですけど、パナソニックです。で、それでこの辺の余分な毛が生えてる時は処理します。まぶたのこの上の部分、ラインって難しいと思うんですけど、ここを平行に描くことを意識しているので、その平行ラインから、余分な毛はシェーバーでカットします。優しく、この辺はあんまり触らないですけど、目尻の部分かな。で、シェーバーと毛抜きの使い分けなんですけど、毛抜きを使うとやっぱりこう抜いちゃうと毛が生えないとかいろいろ言われてるし、シェーバーもシェーバーでいろいろ言われてるので、自分のあれ次第かなって思うんですけど、私は、形を整えるときはシェーバーでやります。で、無駄な毛がピッピッて例えば1本2本生えてるときは毛抜きで抜いちゃうっていう感じで、分けてます。で、ここの部分、ここはちょっとなんていうんだろう、眉毛の最後は下がっているように、見せたいので、そこを三角になるように、山ができるようにこっちからこっちに向かってちょっとシェーバーで削りますっていうぐらいです。形の整え方としては。なので平行で下がってここの山ができるようなのを意識しながらカットしてます。で、眉毛の毛の長さなんですけど、もうそんなに長くならないので普段ハサミを使うことはあまりないです。で、こうやって、シェーバーとかシェーバーじゃスクリューブラシとかでこうやって毛並みを整えた時にこうやってやったりとか上にやったりとかした時に余分な毛っていうのが浮くんですよ。で、私の場合はこれぐらいはいいんですけど、それ以上例えば浮いてしまうここ上の部分とかかなとかこう下げた時に余分な毛が出てくる場合はカットしてハサミでカットして OK って言われてるんですけど、私はそれよりもちょっと長めで残してます。理由は毛が、そんなに密に生えてるわけじゃないので、それをカットしちゃうと結構眉毛がスカスカになることに気づいたので、私はちょっと長めに残してます。なのでハサミでカットはあんまりないです。ただ眉毛の眉尻の部分で長くなってくると濃くなってくるので、こうやってやって余分な時はカットしてます。で、普段自分ですごい整えていて、そんなに整える回数もないから特に
サロンとかには行ってなかったんですけど、一回自分に合う眉毛の形を教えてもらおうと思って、ワックスのサロンに行ったら、自分と眉毛の形合ってますよっていうことだったので、産毛だけを整えてもらって、あとはまた自分でやっているっていう感じです。サロンに行く人でおすすめは、眉毛の形が定まってない人はやっぱりプロの方が教えてくれるのでおすすめだし、あとは右と左で全然違う人って整えるの難しいと思うので、そういう方、あとは、眉毛がしっかりめだけど細眉に変えたい方とかってやっぱり自分でやるとお肌の負担がすごい大きいので、サロンとかに行くのがいいと思います。私みたいなこういう感じの眉毛の方はそんなにこうキリッとした眉毛にしたくない方とかは別に自分でできるかなと思います。一度行くとやり方も教えてくれるし、なんて言うんだろう、こう自分に合う眉毛の描き方とかも教えてくれるので、そういうのを一回こう勉強のためにこうプロに教わるっていう意味では行ってもいいんじゃないかなって思います。私の整え方としてはそんな感じなので、とにかく眉毛をきれいに整えるにも一度生やさないと形を整えることはできないので、一旦放置してもらってやるのがいいかなって思います。じゃあ描き方やっていきましょうかね。で、私が使っているものはじゃんじゃんじゃーん3点セットです。おなじみの。でこのエクセルのペンシルはもうずっと YouTube をやり始めている当初から使っていて、本当にリピートナンバーワンなペンシルです。でそこから増えて、やっぱりパウダーで描く時の筆の大切さをやっぱりメイクさんにメイクしてもらうたんびに気づいてて、私が信頼しているメイクさんが使っていたこのアディクションの筆、もうこれで眉毛ができていると言っても過言ではないぐらいすっごく使いやすいし、なんか一番うまく描けるブラシだと思います。パウダーは今マキアージュのパウダーを使ってるんですけど、パウダーはいろいろ試してるっていう感じですね、まだ。なのでどこが必ずしもこれが一番っていうのはまだ見つかってないんですけど、マキアージュのこのパウダーはすごいお肌に密着してくれるパウダーです。こんな感じで私はこの辺の色味を使ってます。でアイシャドウとかを全然眉毛にも使えるんですけど、やっぱり眉パウダーの方が眉毛に密着してくれたりとか、それがより細かかったりとかするので、そういうものを、使うのがおすすめです。で私はまずパウダーで描きます。このアディクションの筆にこの辺の2色をミックスします。この眉毛の、ブラシのいいところはすごいこう幅が長いので、当てた時に平行にすごい描きやすいので、太めナチュラル平行が好きな方はやっぱこうまっすぐ引けることがポイントだと思うので、ここがちっちゃいよりかは長い方が描く回数が少なくて済むので、いいと思います。まずはこの眉毛の真ん中から眉尻にかけてまず筆をのせてあげます。こんな感じで、それを、そのまんま、この下のラインを平行にするように描いていきます。でポイントは1回のパウダーをたくさんつけすぎないことですね。でグラデーションが薄いから濃いになる方がいいので、眉毛のパウダーをつけてからつける最初の部分はこの眉尻の部分にします。でここの部分、頭部分に行くにはだんだんその残ったやつを前にしていくっていう感じですね。こんな感じでペンシルエクセルの私は PD05 っていう色味を使ってます。でここで足りない眉尻の部分を少し伸ばしてあげたいので、ここで三角を作るイメージですね。これかな、ちょっと三角を作りました。で、眉毛を描くポイント、コツは上をちょっと向きます。上を向いた時にここの部分、下の部分が平行であることがベストなので、上を向いて描くことをおすすめします。ペンシルの描き方なんですけど、こんな感じで少し長めに出してあげて優しく、持ってあげるのがポイントです。そうすると描いてる感が少ないような眉毛になります。で、次はちょっと上を向いてこの下のラインをちょっと足していきます。見えるかな。
で眉頭の部分が私はあんまり毛が生えないタイプですごく薄めになっているので、少し毛を足しているような感じで描いていきたいと思います。でペンシルでちょっと縦になるようにこうちょっと描きます。一本一本ちょっと毛を足してあげるようなイメージで、これかな、右描きました。こっち描いてません。こんな感じ。ちょっと反対も同じ感じで描いてみますね。で、眉毛を私描き直したりとかは、例えばここが擦れて取れちゃった時とかはするんですけど、大まかな部分はしなくて、それはしっかりこのパウダーをのせてあげる時に固めの筆なので、置いたやつを毛にしっかりこうなじませてあげるように押さえてあげることがポイントかな。で眉毛を描く時のポイントは、一気に描こうとしないこと、ちょっとずつ描こうっていうことと、あとはこういうスクリューブラシで整えては描いて整えては描いてってしてあげると、描いてるけどすごい描いてる感がないような眉毛になるので、そうやってやってあげてください。毛が細くってなんて言うんだろう、こうちょっとこういう筆だと描いてる感が出ちゃいますっていう方は、もっとペンシル細いものだったりとかリキッドのペンシルとかでもいいと思います。私はもうこれで慣れちゃってるんであれなんですけど、こんな感じでいつも描いている眉毛ができました。で、今日はいい感じに描けたんですけど、例えばこの眉頭の部分がうまくふわっと出せないなっていう時とかは、私はもうここについているマキアージュについているこの筆にちょっとさっき使った色を取ってから眉頭部分にこう足したりとかします。でそうしてあげると筆を使い分けることによってふわっとした眉毛に見えたりとかするので、それを使ったりとか、あとはこう全体的にふわっとさせたい時とかは、まずはアディクションでやってから、このナーズのこの筆とかを使ってふわっとさせたりとかっていう感じにします。でもさっきのやり方か基本毎日メイクで私がやっている眉毛の描き方は、あの感じなので、それでできちゃいます。で最近は眉マスカラはもう全然しないです。今髪の毛の色がこんな感じでちょっとブラウンなので、この感じで大丈夫です。さらに明るい時とかは眉毛を、眉マスカラ、私はねボビーブラウンのマスカラがお気に入りでボビーブラウンを使ってるんですけど、それだったりとか、あとは何て言うんだろう、今日はいつものメイクって感じなので、いつもの眉毛にしたんですけど、例えばこうキリッと見せたかったりとかした時とかは眉頭の部分だけ立てるようにマスカラをつけたりとかっていう感じですね。なので、ベースはこれで、なりたい眉毛によってちょっと使う筆を変えたりとか、眉マスカラをしたりっていう感じで変えています。はい、眉毛が完成しました。じゃーん。どうですか？こんな感じです。今ね眉毛しか描いてないのでアイメイクとかしてないからちょっと眉毛が強調して見えるかもしれないんですけど、他のパーツもメイクをすればいつもの私になるっていう感じです。で、眉毛のポイントなんですけど、私は、左右のバランスが毛並みが違ったりとかまばらな部分があるので、こういう感じで意外としっかりめに描いています。で太眉目で、平行でちょっと下がっているっていうのが私の顔に合う眉毛です。で今日紹介したアイテムたちはすごく優秀で、私が今の眉毛を描くのにベストアイテムたちを紹介しているので、描き方が定まらなかったりとか描き方に悩んでいる方だったりとかうまく描けない方はぜひこのアイテムたち使ってみてください。コツもそうなんですけど、使うアイテムの相性とかもあるので、本当にこのアディクションの筆はおすすめだし、エクセルのねペンシルもいろんなカラーがあるので、こう自分の肌に合うものだったり髪色に合うものを見つけてやってみてください。で私もね全然眉毛がうまく描けてたわけじゃなくって、高校生のメイクをしたての頃は見よう見まねでやっていたし、そこまで眉毛が重要だと思ってなかったし、あとはね細めで長めの眉毛が流行ってたので、今よりも全然長めやし細かったです、眉毛自体も。
そうすると写真見返すと何これって感じなんですけど、それも思い出かなっていう感じで、メイクの流れですね。でそこからメイクをするようになったりとか、あとは太眉が流行ったりとかして自分に試したりとかするようになってから、眉毛で人って印象が変わるんだだったりとか、すごく重要なんだなっていうことに気づいたし、あとは自分は細眉よりも太眉の方が合うっていうことに気がついて、そこからはずっとこの眉毛です。でやっぱ一番こだわりがあるし、一番時間がかかる場所だし、丁寧にしている部分なので、いろいろいいものがあればそれに変わるし、なんか描き方とかもいい描き方があればそれをどんどんやっていくっていう感じで、まだまだ私も研究中なんですけど、今はこの眉毛が落ち着いているかなっていう感じです。今日は本当にやり方の説明が多くなっちゃったんですけど、少しでも参考になってれば嬉しいです。またね、他の場所、例えばまつげとか眉毛と同じ感じでなんか一つに特化して紹介してくださいっていう、ことがあれば、ぜひコメントでリクエストお待ちしております。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。